911じゃなくって、はい、あえてこのカイエン、この年式、このコンディションに500万円出すって、ある意味本当の贅沢で本当のお金持ちの選択なのかもしれないと思う。計測をさ、ティプトロニックに任せている分、911らしいなっていう動きをリラックスして味わえるよね。レッスンサンドボーイズ TV のお時間です。今日もプロデューサーの上野太郎くんとお届けします。ご案内は司でございます。今日はね、収録日はタイムスリップして2007年と言いたいところですが、今日は2025年でございますからね。なんでそんなこと言ったかっていうと、あまりにもね、この2台の答えが美しすぎる。そうだね。新車かよと思っちゃいましたけどね。どういう車ですかご存知だと思うんですけど、一応太郎くんが説明してください。まずこちらのシルバーの答えは何ですか？2007年式のポルシェカイエンターボ。初代の後期型って言っていいんですか？そうだね。ターボいいね、いかつくてかっこいい。そしてこちら2007年式のポルシェ911カレラ。スノカレラでございますね。こちらは何にもついてない。スノ997世代と初代のカイエン後期型で走行距離がエグいんで太郎くんこれ。こちらがまず5000キロ、2007年式の車が18年で5000キロ。こちらカレラちゃんは6000キロ。よう探してきたよ本当に。5万キロ6万キロじゃないから 0.5 万キロ。そうですよ、5万キロ。そうです。今日はね、だから2007年の同い年のねカイエンとポルシェ9112台でお届けしようじゃありませんかということで、楽しみでしょう。めっちゃ楽しみ。どんな感じなんだろう。もう僕も楽しみ。はい、お楽しみに。よろしくお願いします。じゃあ太郎くん、まず1台目こちらのカイエンから教えてもらっていいですか？ポルシェカイエンは当時レンジローバーがね SUV がぐっと勢いを増すタイミングでした。でフォルクスワーゲンが SUV 作りたかった、ポルシェも SUV を作りたかった。費用を分担しませんかということで、お互いの思惑をベースに作られたのがカイエンということ。あ、そうなんですか？レビューが2002年でした。そんな鉄はあ、センセーショナルだったよね。覚えてるんですよ。955型と言われてたんだね。2006年の12月に957型になりました。いわゆる後期型マイナーチェンジ後のモデルになります。顔なんかも違うよね。そう、最初はトロンとした可愛らしいお顔だったんだけれども、996の名刺でなかった？あ、そうそうそう、近かったよね。それが後期型になってちょっと角をねキュンとして全体的にもシュッとしたデザインになりました。強そうだもん。でこれグレードがターボ。そうです。2006年12月にマイナーチェンジしたと同時に出たポルシェのターボモデルという。どんなエンジン乗っかってんですか？排気量はなんと 4806cc の V8、 そして500馬力を叩き出しました。4輪駆動でもってすごいよね。すごい化け物だね。もちろんね、見た目も違うからね、この辺の開き方とかもカイエンならではとなっております。ターボと普通のでまた顔も違うってこと？違います。なるほど。さっきね、距離聞いて内装も見てみました。すごかったっすよ。外装もピカピカだけど、ベージュってさ焼けやすくなるんで、だけども工場から出てきたばっかりなんじゃないかっていうぐらいビッカッカスタッフの一人が、テストのために家に持ち帰ること。そうするとね、小さな女の子の娘さんなんだけど、パパこれ新車？そう車に詳しくない人見たら新車と間違ってしまうんじゃないかっていうぐらい驚きのコンディションだね。びっくりしました。いやそうですよ。まだピンピンのピンピンのピンピンピンでございますよ。カイエンはこれぐらいにしといて、続いては911見てまいりましょう。じゃあ911太郎くん、車ポルシェ911の中でもタイプ997と呼ばれる世代ですね。つまり996の後継型であり991の一つ前のその世代ね。2004年から2011年まで997は生産されておりました。そしてこのグレードは彼ら一番素のグレードというのが正しいかな。ベーシックモデルと言います。はい、ピュアな911ってことですね。はい。しかも感心するのはほとんどオプションがついていません、この車。だからもう彼らそのもの、純粋ピュアピュア彼ら。そうです。そしてティプトロニックという5速オートマティックが組み合わされた個体。当然エンジンは水平
最高6気筒 3596cc の355馬力。それをティプトロニックで操ると。このスノーカレーだったら最高ですか、やっぱり。最高です。いいなぁ、ずるい。僕はね、カイエン乗らせてもらったんだけど、はっきり言って最高ですよ、こっちは。まずはカイエン市場に行く？行きましょう。行ってきます。おい。宇宙船ですか、これは。もうわーみたいな。すごいね。まずさ、エンジンかけた瞬間からワクワクがするじゃない。すごいね。もう増やしとするのね、これね。何か大きなものがここでうごめいている感じがするよね。緊張するんだけど、でもさ、このラグジュアリー感に包まれたらさ、この緊張もルムというか、顎にというかさ、積み込んでくる。これはなかなかね、本当に新車みたい。だってこのさ、ヘアリングのさ、レザーじゃん、もちろん。新品ですかっていうぐらいね、使い込むともっと馴染むじゃない。いい意味でまだ馴染んでない。この辺とかも工場しか誰も触っていないんだよ。触らないでよって言ったらじゃあすごいんです。鍵の回す位置ってさ、ひょっとして911と同じ位置やん。一緒だね。鍵の位置もそうだし、5連メーター、メーターが一に連なっている様も全く911と同じなんだね。ポルシェはさ、911以外はあんまりやってくれないじゃない、これ。そうなんだ。これやってくれたんだね。珍しくないですか。ボクスターだって5連を許されてないでしょ。3連だね。ね。どう？ここ乗ってくる時ってさ、結構スピード出した。ちょっとだけ踏んだし、今坂道登ってるでしょ。2.3 トンぐらいあるじゃん。500馬力でしょ。何年のストレス。すごいよね。すごい。力の感じ。しかもね、V8 サウンドがいいんですよ。わー。で、4駆でしょ。安定もすごいし、ポルシェの V8 ってこんなにすごいんだね。ハンドル切った感じはどう？4駆だけあって、コーナリングの安定性はやっぱ素晴らしい。あ、そう。スパッと切れ込んでいく感じがやっぱポルシェっぽいのかな。ああ、なるほどね。あとさ、コーナリングのさ、頭がスッと入っていく感じはもちろんだけど、ロール感がないんだよね。おそらくね、ここにスイッチがあるんだけれど、PDCC というものがついているから。なんぞやそれは。ポルシェダイナミックシャシーコントロールシステムっていうやつで、言ってみればロールスタビライザー。ね、なるほど。だからぐっと傾きそうになった時にその反対側をちょっと持ち上げてくれて、車を水平に保つというシステムがうまく働いているからだろうね。不思議な感覚するけど速く走る時に絶対いいよ。僕が感じたのはさ、なぜか日本って911という車が象徴的にあって、その911の脇に何かがあるっていう考え方が強いと思うんだけれど、僕はね、ポルシェイコール911っていうよりも純粋に走るためのものの良さっていう風に捉えているんだよね。そうなった時に、911に比べてどうかっていうよりも、どのモデルも911らしくて、そしてそれがポルシェらしいっていう風に感じています。ポルシェらしいといえばね、カイエが最初に出た時にね、あのポルシェがでしょ、SUV 出したのってね、残念だったんですよ、実は。まあ賛否両論大きく分かれたよね。マーケットに大歓迎されましたけど、なんでって思った人だと思うんだよね。僕はどっちかっていうと後者なんだけど、その思いが長いこと続いてたんですよ。最近というか特にこの個体を見ちゃったら、めっちゃかっこいいんだけどと思っちゃって、そしてめっちゃポルシェで。そうなんですよ。ごめんなさい、今までのその自分の気持ちというか、そういうこともあるんだね。気づかせてもらいました。ありがとうございます。新車のカイエンを買おうとすると、1000万円台後半平気でするわけじゃないですよ。これ約500万円じゃないですか。別に新しいものを追い求めなくたってさ、自分が正しいと思うものに投じる500万円ってすごく価値あるものだと思う。だってこれ新車価格約1500万円。で5000キロ。1500万と変わんないじゃないのかなと思っちゃうんだよね。しかもね、911じゃなくって、あえてこのカイエン、この年式、このコンディションに500万円出すって、ある意味本当の贅沢で本当のお金持ちの選択なのかもしれないと。僕みたいにSUV だった人が入門したくなってます。もしこれこのさ、レザーふんだんでしょ。どこもかしこもだよね、隅々まで。でアルカンターラですか、これ張り巡らされて。そうだね。新車の当時のビニール残ってるし、本当だ。サイドのドア下のカイエンっていうロゴにもまだビニール貼ってあるん貼ってあった。こんな状態で残ってたんだろうっていう。それすごい個体ですよこれは。
クステリアデザインもさ、当時はもっさりしてるなと思ったんだよ、僕が。はい。今見るとね、テールランプの大きさとかさ、かっこいいね。そしてターボと GTS ならでは。ベースモデルよりも少し派手な見た目。これがまたすごくかっこいいよね。はい、2代目911ですよ。タロ君の番よ。乗ってます。嬉しいでしょ。めちゃくちゃ綺麗。あとさ、この世代のデザイン超かっこいいね。ボタンのね、多さと整頓された感じと整理された感じ、すごく美しいよね。めちゃくちゃかっこいいです。経験上、この辺がベタベタしたり剥がれてきたりするんですよ、印字が。なるほど。ピカピカに残っている。すごく綺麗だ。ステアリングのこの感じのシワのこの凹凸とかも全然ツルツルしてなくって6000キロって新車のような状態そのままだね。とても綺麗です。新車って思う人もいると思うな。そうだね。どうですか。まずさ、エンジンはザラッとしたハスキーな感じの音で、低い音とちょっと高い機械音っていうのが混ざり合った重音がすごい心地いいし、ポルシェらしいよね。そのハーモニーか。なるほどね。このエンジンにストロニックでしょ。滑らかに変速していく感じ。これよりもっと前のオートマティックはさ、もっとズルズルと滑っていくような感じがあったと思うんだけど、なるほど。滑らかかつ的確に変速してくれて、おっと思ってるイメージをティプトロニックイメージで持ってたんだけど、多分それは PDK の対比なだけで気持ちよく変速してくれます。ティプトロニックもう4世代目だからね、もう成熟の域ですからね、これは。そしてね、このリアエンジンリアドライブでフロントがすごく軽いんですよ。ですよね。ホイールベースが伸びてしまった991に比べて、このフロントの軽さっていうのをすごく感じやすいのね。この RR 感っていうのを初めてポルシェに乗る人は新鮮にすごく思うと思うんだ。かつ変速をさティプトロニックに任せている分911らしいなっていう動きをリラックスして味わえるよね。ジェストチェンジもしなくていいし、その分ピュアにこの RR 感を楽しめると。そうだね。自分でこうマニュアル操作もできるのをマニュアルに倒したりしてこのステアリングでも操作できるね。両手のプラスマイナスどっちもついてる。そうなの。すごっ。911買うとさオプションやなんかで結構欲張ってしまう傾向に当然あると思うんだよ。ただこれはスポーツクロノもまずついてないでしょ。でショックアブソーバーを電子制御する PASM もついてない。何にもついてませんね、この911。本当にその彼だってこと。そうそう。だから本当にピュアで通好みだと思う。その上ホイールも小さいままだからね。18インチだっけ？見た目もシュッとして軽やかだよね。どういう風に乗ってみたい？やっぱり旅に行きたいです、これに乗って。長距離ですか？長距離すごく楽しいと思う。グランドツアラーって911はずっと言われてきたけれど、ピュアな状態で味わったらどんなのだろうっていうふうに思うし、峠道に行って元気が走る。そうすると911の RR ラッシュなんかも体験できると思うね。太郎くんは旅に出たいで。はい。いいじゃないですか。この脚色なしの99ならなおさらね。ゆったりと楽しめるね。はい、やってまいりました。ご機嫌ですね。ちょっと欲しいです。これかなりマジなトーンだよね。ちょっと僕にはまだ早いかな。そんなこともない？2人じゃないですか？本当ですか？じゃあちょっと考えます。この車はね乗ってほしい方は僕の明確に分かりました。数々の SUV を乗ってこられたから、例えばさ、もちろん最新のカイエンだったりレンジローバーだったり、ベンテーガーだったり、ゲレンデだってそうですよね。そういうの乗って次どうしようって迷ってる方とかいるでしょ。あえて新しい発見が満載に詰まってます。これは間違いないと思います。酸いも甘いも味わってきた人がまたここに戻ってくると。そう。これが新たなスタートになると。そうなんです。面白いね。ここからまた刻んでいただいていろんな方向に行っていただきたい。なるほど。こういうね車じゃないかなと。あと僕みたいに SUV って思ってた人もこれデビュー作としてもいいんじゃないですか。めちゃくちゃよく走るからね。最高だった。これぐらいにして、じゃあ太郎くんのバー911どうだった？もう最高です。僕はもうね、皆さんご存知の通りポルシェ911大好きで、何が好きなのかなってこういくつか挙げていった時に、911らしさっていうのがすごく詰まってるんですよ。その911らしさをこれもまたピュアに味わえる、楽しめるっていう意味で、この997型の何にもついていない素の彼ら。しかもですよ、ティプトロニックオートマティックのモデルこそ、僕は911の本質を味わいやすいんじゃないかなというふうにも思えてきました。また911一度所有するとね、古いもの乗ってみたいなとか、そっからさらに新しくなるとどうなるんだろうとか、
冒険が始まる入り口の車だと思う。一旦ここでデビューして遡るもよし、はい、新しいの行くのもよし、そういう基準にもなると。うまいこと言うね。ハイエもそう911もそうだけど、車に乗ってるっていうのはすなわち歴史とか時間軸に乗っているんだなっていうことを痛感しましたね。この2台が教えてくれましたね。そうなんです。自動車ヒストリーにおいてこの2台はとっても大切な2台でございます、911とカイエンというね、歴史的な車に今日は乗ってまいりました。もちろん販売しておりますので、お問い合わせの方もどしどしよろしくお願いいたします。レセンサンドボーイズ TV でした。太郎くんとお届けしました。また見てね。ポルシェ2台2007年2台最高です。